さんこんにちは、青空ガレージチャンネルです。さて今回はフロントブレーキフルメンテナンス編です。ブレーキパッドの交換を機にディスクローターも同時に交換、劣化したサイトグラスも交換しちゃいますよ。見てねー。ブレーキローターから取り掛かりましょう。フロントを浮かせるために適当なものをカウルの下に敷きます。こちら発泡スチロールブロック整備専用にしています。アクセルシャフトを緩めます。プラハンで叩いて左側に抜きます。キャリパーボルトを緩めます。パッドを広げ、キャリパーをディスクから外します。外側に段差ができているのでパッドが引っかかっています。タイヤを横に傾けながら引き出します。ついでにベアリングのサビやガタを確認します。まだ大丈夫そうなのでまた今度動画にしたいと思います。ローターのボルトを外します。初めて外すときは緩み止めで硬いので熱を加えて無力化すれば回りやすくなります。ウェーブディスク2014年にネットオークションで約5000円で購入。元の厚さは 4mm でしたが 3mm まで摩耗、外側に段差もあり6年間で4万キロ以上使ったので交換します。こちら純正風なのに社外品、ネットで約2000円。ボルトにロックタイト、低強度を縫いながら締めます。簡単に緩んだりしませんが緩み止めの強さはお好みで、自分はまた交換すると思うので低強度にしました。仮締めします。プラハンで軽く叩いてセンターを出しながらなじませます。対角線上に本締めしていきます。締め付けトルクは20ニュートンメーターくらいらしいけどテルクレンチでしっかりと。新しいローターは綺麗で気持ちいいですね。タイヤを元に戻します。キャリパーが邪魔なので適当な針金で吊るします。タイヤを持ち上げながらアクセルシャフトを挿入します。両足の甲で少しタイヤを持ち上げてプラハンで叩きながらカラーとメーターギアを通します。締め付けトルクは70ニュートンメーターらしいですが、ここもテルクレンチでしっかりと。だいたいメガネレンチの先に30キロくらいの重りを乗せた感覚です。続いてパッド交換に参りましょう。パッドピンの蓋をマイナスドライバーで回します。パッドピンを六角レンチで回して抜きます。ベースがローターに当たり削れ、シャリシャリ音がしてました。灯油か潤滑スプレーをかけて汚れを浮かせて柔らかいブラシで清掃。ピストンシールが心配な方はブレーキクリーナーだけでも OK です。ブレーキクリーナーはすぐ揮発してしまうので洗いにくいです。キャリパーピストン一周を素早く丁寧に清掃します。キャリパーサポートやプレートもきれいにしましょう。ブレーキクリーナーで油分と汚れを取り除きます。スプレーをキャリパーピストンの根元に吹き付けます。付け根のゴムシールを傷めるので石油系は NG です。キャリパーのブリーダープラグに内径 5mm のチューブとボトルを取り付けます。ブリーダープラグを開きます。ウエスをかばせてキャリパーに傷がつかないようにしてから片方のピストンが出てこないように適当な厚さのものを挟みます。ウォーターポンププライヤーで片方のピストンを引っ込めます。同じようにもう一方のピストンを引っ込めます。キャリパーの中のフルードが全部抜けたのでブリーダーを閉めます。キャリパーサポートのゴムブーツの中も洗います。シリコングリスをたっぷりと入れます。キャリパー側のゴムブーツにも
をたっぷり入れます。初期精度の食いつきが良いと定評のベルトナ製アートパッド。キャリパーサポートに小さい方の金具パッドリテーラーをセット。キャリパー側に大きい方の金具パッドスプリングをセット。新品パッド2枚を合わせてパッドリテーラーに差し込むように入れたら、パッドスプリングに押し当てながらパッドピンを差し込んで、パッド2枚の穴を通しながらピンを刺し、閉めたら蓋をつけます。パッドの間を広げローターを挟みながらキャリパーを戻します。キャリパーボルトをつけて完成です。締め付けトルクは23ニュートンらしいんですが、ここも手トルク。続いてサイトグラスに行きましょう。サイトグラスが割れていたため雨水が侵入し、水分を吸って濁っています。古いサイトグラスを内側から打ち抜いて除去。取り付け部分をきれいにします。オーリングを取り出します。こちらが Amazon で購入したサイトグラスです。マジェスティのサイトグラスは17ミリ。ちなみにこちらは VMAX のサイトグラス18ミリ。そしてこちらが注文したサイトグラス。どうせ同じだろうと高をくくっていましたが、まさかのサイズ違い。そうです。いくらやっても入りません。仕方ないので外周を1ミリ削ることにしました。削りすぎないように細心の注意を払いながら 0.5 ミリを1周です。オーリングも入らないので古いものを再利用。優しく打ち込みます。リザーブタンク内をきれいに洗浄します。残っているフルードも拭き取ります。エアダスターでホコリを飛ばします。新しいフルードを入れましょう。カストロールのドット4です。ブレーキレバーを少し動かして空気を抜きます。ブリーダープラグにチューブとボトル8ミリのメガネレンチをセットします。ブレーキレバーを握ったままブリーダーを開けてすぐ閉めます。 4,5 回繰り返します。ホース内のフルードを入れ替えます。リザーブタンクを空にするとエアーが混入するので途中で補充。リズムが大事。ギュッギュッパ。チューブとレンチを外してブリーダープラグの本締め。ダイヤフラムを洗浄。エアダスターで乾燥。フルードが溢れないようにサイドグラスを上限まで入れて蓋をします。フルードがついたままだと塗装を傷めてしまうので、最後に水をかけて拭き取ります。フルードを入れたサイトグラスもこんな感じです。おしまい。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。